ッキング動画を今日も撮っていきたいと思います。怖くない？こんにちは、上野ありさです。今日はですね、ちょっとビジュアルがやばすぎて本当に申し訳ないんですけれども、意外とみんなから好評なパッキング動画を今日も撮っていきたいと思います。で、ここから3カ国で1回ずつ毎回帰ってきて、1ヶ月の間に3カ国行くので、また本当2019年に戻ったような感じで、またトラベラーアリサ復活という感じなんですけれども、まあ毎回同じような内容になってしまうので、前回まではスーツケースにこう詰めていくところを見せてたんだけど、今日は服を決めるところとか化粧品をピックするところとか、そういったところからカメラを回していきたいなと思っています。で、今回はバリ島に行くので、3泊なのね。だけど結構いろいろ着たいじゃんって思ってて、早速とりあえずいろいろバババってピックして、今ここ1階なんだけど、お家の2階がリビングになってるので、2階にスーツケースが広がってるから、そこにまあお洋服をバーって持ってって、そこから選定しながら詰めていくっていう感じでやっていきたいと思います。後ろがねすっごい汚いの。キャー。そう、バリ用に買った服が結構ザラのショーパン、チェック可愛くない？これの長いバージョンも持ってたんだけど、ショーパンも可愛い。これ持ってくやん。ザラの夏私大好きなの、柄が可愛いから。で、旅行とかにすごいぴったりなので、あとこのキュロット、これも水着の上とかに着て可愛いでしょ。あとまあ同じような感じになっちゃうんだけど、スカート、これもザラ。あとザラシリーズを持っていきます。ちょっとコルセット調になってる、東南アジアで私は色物を着たいので、写真もいっぱい撮ってくるよ。あとエリアのこのキラキラトップス、ちょっとディナーとかに写真に可愛いかなと思って、こういうキラキラがついてるコーチェラにも持ってって、結局コーチェラ自体には着てなくてアメリカでは着たんだけど、これも持っていこう。で、少しもうすでにちょっとお洋服詰めてるので、上にあとこれも可愛いけど一応持ってくか。これはリボルブの結構ね、もうほんと胸だけ隠れるような短めのトップス、これも持っていきます。これもザラ。そういえばね、カバン前に紹介したんだけど、カバンを全部ちゃんとこういう感じで袋に入れて保管するようになりました成長です。で、水着ももう入れた。あとショーパン系かな。あと軽い羽織が必要だよね。あとフライトに着ていく服も必要。このスカートも持ってこうか。この間の H&M のコーチェラ用にいただいたやつ。あと何が必要？ショーパンはここがさショーパンなんだけど、入れすぎててしかも見えないじゃんって。何かと変えたいんだけど、高さを。やばい。よし。重たい。まあ普通に1個で2章持ってこうかな。あると助かるからね。はい、では続いて、これの隙間に指が挟まってこうやってグイってなった。はい次はメイク道具を入れていきたいと思います。ポーチはこんな感じかな。いつもここで何入れようかなみたいな感じで、下地は1個じゃん。で、バリなので SPF が強い下地じゃないといけないから、後で見せるね。全部詰めてった。メイクする順番にいつも入れていきます。じゃないと何かを忘れちゃったりする可能性があるので。で、そうだ、新しい最近届いたシリーズがじゃん、ここに全部入ってるので、こっからも持っていきたいな。はい、というわけでざっくり選びました。ざっくりちゃんとは選んだんだけど、まずスポンジはこの2つ、メイクアップウェバーと最近使ってるやつと、チークはね、ここにクッションファンデ、ボビーのクッションファンデについてるやつと、ツヤっぽいやつと、スティックのやつ、全部ピンクだね、やつで、ハイライターでしょ。ハイライターもリキッドタイプで、アイシャドウは結局このメイクアップフォーエバーのウォータープルーフのスティックアイシャドウと、このフーダビューティーのちょっとカラー、バリなのでカラーのものと、アイシャドウ、この届いたばっかりのトゥーフェイストの Born This Way The Natural Nude アイシャドウパレットと、あとラメ系バレンティノのこの間のキラキラメイクでもやった
ラメ一応なんか可愛いかなと思ってと、またこのイニスフリーのホログラムのラメと、アイブロウはこのアナスタシアのジェルとパトリック・ターの透明のマスカラと、あと色付きのディオールのマスカラで、まつげのマスカラはウォータープルーフがいいので、メイベリンのウォータープルーフとサンローランのウォータープルーフ。ナイスキャッチ。でブロンザーはこのエラルーズ、カメラちゃんのブランドのスティックと、あとシャーロット・ティルビリーのリキッドタイプで、ファンデはこのボビーのクッションファンデと、これが05ミディアムだからちょっと暗めと、あとメイクアップフォーエバーの 1N14 番で、下地は SPF50 プラス PA3 プラスのシューの下地にして、でパウダーはコールバイアールにしました。であとは、ビューラーと、あとアイライナーはディオールのウォータープルーフの24時間スティロとバレンティノのリキッドタイプも一応持って、コンシーラーはヒューミオで、アイブロウはメイクアップフォーエバーのアクアレジストウォータープルーフ。大体基本海になるのでウォータープルーフにしてて、あとこれだ、ディオールのちょっと何年か前のサマーコレクションのヌードってやつ、これすごい可愛いピンクのハイライターで、チークの上からするとすごい夏っぽくなるので、これも持っていきます。リゾート地なのでね、メイクがすごい楽しめる土地だから、なんか足りない気がするんだけど、いつももっと持ってってる気がする。これはジバンシーのメイクポーチに入れていきます。もうちょっとなんか持っていってもいいかもって感じ。こんな感じになって、ブラシはこのメイクアップフォーエバーのケースに入れていきます。こんな感じ。パウダーとチークとアイシャドウ用のを持って、これでいきたいと思います。メイク用品はリップ、すごいびっくりしちゃったリップ持ってかなきゃじゃないですか。キラキラピンクと、ベージュ系と、あとやっぱ夏だからちょっと色ピンク系したいよね。この東京ピンクもすごい好きなので、これも持って、ここにもこの間リップ整理したんだけど、ここにもあるので、明るめのピンク系とかさ、ちょっと探します。はい、というわけでジューシー系のピンク、すっごいビジュアルだよね私。ジューシー系のピンクと、あと赤紫系のピンク、あとはこのキラキラピンク一番し、これで普通のベージュ系を持っていきたいと思います。 OK、 これで完成。メイク道具完了です。はい、というわけで詰めていきたいと思います。いつも通りね、このスーツケース、これは、リモワのトランクプラスっていうスーツケースなんだけど、マチっていう、なんていうんだっけ、これが深いのですごいたくさん入って、普通のスーツケースより私は好きで、これもう1個買おうかなって最近思ってます。もう1個はアルミのやつがあるんだけど、それがね80リッターぐらい、これが100リッターぐらいで、これが2個欲しいなとか思ってるんですけど、はい、じゃあ詰めていきたいと思います。で今日はちょっと映ってないんですけれども、ここに一応ねまず並べてみました。でじゃあ早速詰めていきます。水着をねこのアリシアのポーチの中に入れてるんだけど、水着は4日間だけど 7,8 着持っていきます何着るか分かんないからね。であと水着の時に腰とかにこう巻いてみたいなやつ、これね意外と値段したんだよね。なんでだろう。このサロンは結構前に買ったんだけど、でサロン持って、あとねさっき詰めてたメイクポーチを入れて、であと帽子は4つ、やばくない？ジャックムースの帽子、白いハットとフェンダーチェの帽子、これリバーシブルになってて、ちょっとこれもこれで可愛いかなと思って、これもフェンディさんからいただいたものなんですけど、とあとくるみちゃんが編んでくれたニットのバケハ、これ可愛くない？今っぽいよねすごい。なのでこれも持って、あと麦わらバケハ、これも結構こうもできるしこうもできるし可愛くて好きなんです。あとお仕事とかも手帳と、そう読書するので、ケミオくんの本まだ途中までしか読んでないので、ケミオくんの本と、あと、フライトのバッグの方にこのサステナブルに暮らしたいっていう今読んでる本なんだけどを入れて、であとマイボトル、これはホテルで水入れて外とか行く時にバリ暑いのでこ
構冷たく保管しておけるし、マイボトル持っていきます。であとサプリとか薬とかをこの中に全部入れてて、あと下着、あとハンカチとかね入っています。ニップレスもね絶対必要なので、ニップレスもてかほぼ下着ってかニップレスだよね、東南アジアってかリゾート地行く時は。であと一応エコバッグ、ビーチバッグみたいな、一応これも持っていきます。あと帰りもしお買い物して荷物増えた時用の、今回は46リットルのちっちゃめのバッグ、これは東急ハンズで買いました。で大きい、もっと大きいやつは長期の旅行の時とか買い物メインの、例えばヨーロッパ行くとかいう時とかに持っていくことが多いんだけど、それは楽天ルームに入れてあります。あと Google Pixel、これは旅行の時は必ず持って写真をねいっぱい撮るので Google Pixel、 これ手荷物だね、手荷物に入れて。あと今回アヤナリゾートってとこに泊まるんだけど、ウェルネスのアクティビティがすごい多くて、毎日朝必ず何かしらのムエタイとか太極拳とかヨガとかがあるので、トレーニングウェアも3日分持っていきます。3日分じゃなくてもいいんだけどさ、汗かいたら嫌じゃん。でこれには、マスクとか体温計とティッシュと、あと除菌のウェットティッシュと、あとマッサージボールが入ってます。あとお菓子、なんか向こうで食べたくなるかもって言って、チーザとグラス、完全にビールのおつまみだ。あと靴が魚山魚山を持っていくよ。やっぱ海といったら魚山だよね。あとヒールも一応イエローのこの可愛いヒールを持っていきます。あとね、ザラでこれを買ったの。でも切んなきゃ。このねつけていくとこが絶対にないじゃんこれ。可愛くない？だけどなんか持ってないこれと思って買ったんだけど、映えそうだから、もしバリでつけて写真撮れたら撮ろうと思って、多分使わないけどこれを持っていきます。あとここにボトムがあります。まず1つ目はデニムは1本持っていくアレキサンダー1のデニムなんだけど、このナヨンちゃんがアンコールでね、うちが行ったドームの日に履いてたの。ここがなんか紐が出るちょっとローライズの、可愛いと思って、やっぱ可愛いと思って買っちゃいました。高かった、78万した気がする。あとさっきのね、ショーパン1個とニットスカートと、さっきのスカートキュロットショーパン、なんかボトムもう1個必要な気がすんだよね。どうなんだろう、わかんない。いらないかな。足りる。いっぱいいろんな服着て可愛い服着たいよ。もしかしたら動画撮った後足すかも。あとこれもザラで買ったトップス、可愛い。あとフィグのパッド付きキャミ、これオレンジがすっごく可愛くて絶対着る。あとこれサイダーっていうウェブサイトで買ったスワイプアップなんだけど、これもすっごいサイダー安いから、やっぱね生地とか結構チープなんだけど映えるので可愛い。こういうトップス、同じくサイダーのトップスと、あとナイキとビリーの T シャツ、これは T シャツ1枚あると便利なので持っていきます。でこちらもサイダーのトップス、これはちょっとなんかこういう今っぽいやつね。適当な説明で、さっき紹介したエリアのキラキラ付きトップスと、ザラの緑のトップスと、もう全部さ新しいからタグを取っていく。あとこれ着なさそう、なんかザラのトップスとリボルブのトップス、あとミラー、鏡を入れます。あとメイクブラシでしょ、これもさっきやったね。あとここに水回りのもの、スキンケアだったりとかで、このケースよく質問来るんだけど、これはスタッシャーっていうリユーザブルなジップロックみたいな感じで、私は食品とかにも全部これを使ってて、もう今脱ジップロックをしてて、今この靴とか入れてたこれはサイダーのパッケージに入ってたので、これ1個持ってく、濡れた水着とかもし持って帰るとかだったらあれなので1個持っていく。これさ重量オーバーが怖いな。あとこの中には香水とヘアピン、あとアクセサリーとかをこの中に入れてます。でここにはガジェット系、パソコンの充電器とかそういうものを入れています。であとパジャマはこのインティミッシミの写真も撮んなきゃいけないので、持ってったついでにパジャマとして、シルクなんだけど可愛くない？インティミッシミのこのシルクシリーズマジ可愛いんだよね。いやー可愛い。でん、あとバッグはこのフェンディとフェンダーチェのバッグ、
これいただいたんです。フェンディさんからありがとうございます。これ絶対可愛いからバリで写真撮ろうと思って。あとピンクばっかり。てかやばくない？これもピンク。もう本当に私ここに見えてるものピンクばっか。もう本当にピンクだよ。これもみゆみゆさんからいただいたミューワンダーっていう今期のシドニー・スウィーニーちゃんユーフォリアのがキャンペーンを撮ってて、これも可愛いから写真撮ろうと思って。であとこのプラダのこれはさ使いたいよね、リゾート地ね。でもやばいな、ちょっとマジでピンクばっかりだな。でこれがフライトのバッグで、バレンシアガのこの子を買ったんです最近。でこれすごいね、チャックもついてるしいっぱい入るから旅行にもめっちゃいいじゃんと思ってこれも持っていきたいんだが、バンコクに帰ってきてすぐ行くのね。多分私はバンコクに絶対これを持っていくから、でもバンコクはルイ・ヴィトンさんの DJ で行くのでヴィトン持ってった方がいいよね。となると一応持ってこうかなっていう感じで、ロスその後アメリカにも行くけど、アメリカにも絶対持ってくから、これ写真を撮る機会がすごい増えそうなので、違うバッグやっぱってなるとこのロエベちゃん、このロエベちゃんも夏にいいよね。ロエベちゃん持ってこうかな。そうします。はい、そんな感じで、あと私がまだ詰めていないものはコテを入れなきゃいけないのと、サングラスを入れなきゃいけないのと、そんなもんだね。あと洋服もちょっと見返してみて詰めていきたいと思います。はい、そんな感じで今日は3泊4日みたいな荷物の数ですけども、こんな感じで3泊4日のバリ島旅行のパッキングをしてみました。あと3時間ぐらいで家を出なければいけないので、パッキングの最終チェックしたりいろいろしていきたいと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしています。でタイはパッキング動画は一応バンコク行く時は撮らないんですけど、日本にいる間の Vlog でちょっとパッキングの様子も入れていこうかなと思うので、それも次回来週再来週ぐらいかな、きっと見ていただけたらと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。